まあ、飼い主の気持ち考えたらどうなんでしょうね。僕だったら。スマートフォン出てきました。スマホの周りに何かついてます？犬の毛。亡くなられたお父様のご年齢はおいくつだったんですか64。お若いんですね。そうですね、はい。関西クリーニングサービスにご依頼された経緯を教えていただけますか？おそらく特殊清掃が必要だろうっていうのは、孤独死とかの番組とかでは知ってたので、それでネットの方で検索させていただいてたら、テレビにもメディアの取材があったとかって書いてあったので、それで、頼むのはこういうところの方がいいのかなと思って。親子ということなんですけど、いつまで一緒に住まれてたんですか？もうそれは10年以上前ですね。はい。両親は離婚してますので。その時に別々にっていう。そうですね。なるもう本当に犬は好きだったと思うので、寝るのも一緒みたいだったので。ほど。あ、そうなんですね。犬たちはどんな様子でした？その時は豚が出たので、ちょっと落ち着きはなかったですね。開けてくれじゃないですけど、そこも、ドアのところまで来てましたし、で、開けたらそのまま出ていくというか。あ、ここははい、出て行って。今そのワンちゃんはどちらにいらっしゃるんですか？うちの方でとりあえず保護はしてますけれども、はい。今は何の作業されてるんですか？まあ、体液の熱気の除去ですね。作業をさせていただきます。で、体液とウイルスを除菌する薬です。大丈夫なの。ストラップ。何ですか？スマートフォン出てきました。体液の中で。どうしてスマホはここにあると思われますか？まあ、ここでお亡くなりになられてたので、まあ、最後、携帯肌身離さず持ってはったんでしょうね。か、もしくは、倒れた時に、自分で救急車呼ぼうとしたとか、いろんな可能性、まあ、どこかに通報しようとしたとか、いろいろ考えられますよね。なんかスマホの周りに何かついてます？犬の毛と体液です。病院入院したらワンちゃんにも会えないですし、ただ本当にもうすぐその時まで一緒にいてたんやなって思ったら、家でワンちゃんのいる中で一番いい形だったのかなとは、父にとっては良かったのかなっていうふうに思うんですけどね。亡くなられてから、い動物はどうしてたんですよね。で、鳴き声が
るさいということで、で数日、で管理人さんも店舗のベル鳴らして、もう誰も出てこないので、警察が入ったら、まあ、遺体があって、で、飼い主さんが、まあ、ここに倒れてて、ワンちゃんが2匹、飼い主さんの遺体を食べて、3週間ほどですかね、生きながらえてたっていうことです。まあ、飼い主の気持ち考えたらどうなんでしょうね。僕だったら、まあ、それでワンちゃんが来てくれてるんだったら全然いいかなと思うんですけど。はい、わからないですね。もうわからないぐらいはい出てますので。どうですか、片付けられたお部屋を見てどう思われました？綺麗になってたんで、ちょっとそれはびっくりしまし想像以上でしたか？た。はい、なんか結構残るのかなって思ってたんですけど、割となんか本当にどこにあったのかなっていうぐらい綺麗になってたので、はい。床もやっぱ見た目からしても本当に綺麗になってるんで、はい、良かったなと思ってます。お父さんはどう思われてますかね、この状態です。もともと綺麗好きな方じゃなかったんですけど、でもやっぱりね、ちゃんと綺麗にしてたら、本人は安心するのかなっていう気はします。まあ、飼い主さんが亡くなられて可愛いペットが残されるっていう、はい、なんか対策の長っていうのがあるんですかね？まあ、今回に関しては、まあ、突然死ということなので、おそらく手の打ちようがないというか、でもワンちゃんだけでもね、本当に生き延びてて、僕は良かったと思います。